煉獄さんが心を燃やしていった。俺は俺の責務を全うする。という言葉は我々守護司、菩薩にももちろん通じる言葉なのです。YouTube めげず腐らず続けておりましたら、少しずつご登録者様も増えまして、おかげさまでコメントに目を通す時間も増えました。ありがたいことです。臨床寺住職の共有です。以前出演させていただいた有名 YouTuber の方のチャンネルに再び出演させていただいたんですが、そこで感じたことというのをネタバレのないようにお話ししつつ、日蓮宗のお坊さんが繰り出すスキルみたいなことを少しお話ししたいなという回です。前回に引き続き大変な案件だったわけですけれども、やはり目に見えないものってありますよね。あくまでもサポート役ですからお願いしますってところだけお経をあげたわけですけれども、安倍晴明の漫画や映画なんかを見て陰陽師ってかっこいいなと思ってはいたんですけど、まさかこういう案件でご一緒させていただけるとは思いもよらないことですし、かなり勉強させていただきました。内容については一切触れられませんけれども、修行を積んだ日蓮宗の守護司もなかなかですよっていうのは一つアピールさせてもらいたいですね。さて、陰陽師と日蓮宗大偉行道を上満した守護司というのは結構似ていまして、少し専門的になりますが説明させていただくと、陰陽五行の使い手であるということ、古代の英知天文学である暦を駆使し問題を解決する、神を召喚して邪気を払うなどなど、結構な感じで同じことをやったりしています。何のこっちゃって話ですよね。陰陽五行とは地球のエネルギーである木火土金水の5つのエレメントのことわりで、天文学、暦とは簡単に言えば占いであり東洋占星術です。神を召喚するとは特別な方法を用いて神仏の守護を得るということです。神道と仏教は何がどう違うって思う方も多いと思いますが、実は法華神道というジャンルもあったりして、陰陽道、神道、仏教、そして法華経は切っても切り離せないものであると言っても過言ではありませんし、30番人といって日替わりで守護してくれる神様がお寺の中でお祭りされています。天照大神や名古屋の熱田大明神や諏訪湖の諏訪大明神といった皆さんも一度は聞いたことがある神様にお経をあげてお守りいただいているわけです。陰陽道も道教や仏教や神道を合わせた思想体系となっているようです。陰陽道を駆使する日本の公的機関陰陽寮は明治5年に廃止されていますが、もともと日本の律令制において中司省に属する機関の一つで、占い、天文、時、暦の編纂を担当する部署です。神仏分離だったりグレゴリオ暦を採用したい明治政府からすれば暦道は不要と思っていたのでしょうね。それが神道と合わさって今の形になっているということです。実際に例が見えるとなると所持対応しやすいですよね。坊主チャンネル、個人の簡単な運勢鑑定から霊的な案件に対応できるのが陰陽師や日蓮宗の守護司、また他の宗派でもあると思いますが、まずは暦を使った占星術、鑑定によって原因を割り出すということをします。霊が直接見えるという特殊能力がなくても魔法陣を読み解き、そこに明かされる情報により何がどう触っているのか、どう対応すれば解決に導かれるかがわかるわけなんです。簡単な恋占いから何代前のどういう霊が供養されてないというところまで分かります。そこからですね、どういった霊が何をしているのか判断して、だいたい供養されていない先祖の霊ですとか、先祖が何かしたから今恨みが来ているとか、そういった案件に対応していくわけです。
霊についての回でお話ししましたが、供養がないと悪霊になってしまいます。誰しも超能力を持っていると仮定したら、言葉や動きで伝えることのできない思念体になった場合、めっちゃ頑張ってテレパシー能力とか身につけちゃうことだってあると思います。供養しないから自分もされないという地獄のピタゴラスイッチです。対象が分かれば、あとは一生懸命にお経をあげて祈祷し、ほとんどの場合背書き供養します。この供養というのが日蓮宗の特色であり、最大の効果を発揮する方法なのです。このことを漫画好きなお坊さんが例えるなら、まんま鬼滅の刃ですかね。私が最近ハマってるっていうのもあるんですが、読んでて何度もうなずきつつ泣いちゃった。それぐらい日蓮宗の彰子というのは鬼殺隊に似ているところがありますので説明してみます。坊主チャンネル。まず炭治郎っていう青年が主人公なんですが、もろに仏なんです。仲間の仇の鬼にですら同情の念を持って彼の悲しみを知ろうとします。自分が切った鬼の手を握りしめて成仏を願い、その鬼は涙を流しながら灰になっていくなんてシーンもあります。それを見ると、どのような悪人も必ず仏になれる種があるということと、自分の家族が鬼に殺されているのにそこまで仏になれるなんてっていう、そういうところで大人気なんだなと納得させられます。罪を憎んで人を憎まずって孔子が言ったらしいんですけど、儒教も結構いいこと言いますね。まず日蓮宗大荒行道で修行して日輪刀のような武器を手に入れます。炭治郎が鱗滝さんのところで修行した時と同じ感じです。午前2時半起床、午前3時の水行に始まり、3時間ごとの水行、最後の水行は夜11時で、水行以外はお経を読み続けるため、喉からは血の味が常に漂い、足は避けて荒むしろに血がにじみます。食事は朝湯、基本は白粥と味噌汁のみであり、空腹、眠気、寒さとの戦いで、水行とは寒水に身を症状にし、邪気を払い清らかなれと祈る修行です。そして剣の振り方を極寒の中でひたすら鍛錬します。その厳しい100日間の修行を終えた者だけが守法師として日蓮宗の祈祷法を駆使し、人助けに当たることができるのであります。そして勃剣という宝具、武器の使い方を伝授され、それを使い目に見えない邪気や悪霊を切るわけです。その様子は過去のご祈祷動画をご覧いただくと分かりやすいと思いますので、そちらもチェックしてみてください。鬼滅では鬼にやられると鬼になってしまいますが、実際お坊さんも霊の影響を受けますから、お守りを持ったり脇差しのように帯に剣を刺すということで身を守ります。最強の守護といえば法華経守護の前陣を召喚し、日蓮宗ではこのことを勘定といい、悪霊が近寄れないようにするわけで、その神様は鬼子母神や七面大明神、妙見大菩薩等が有名で、ゲームに例えるならバハムート、イフリート、オーディンぐらいの存在感ですが、他にももっとたくさんの神様がいるわけです。漫画では炭治郎も修行して戦いの中で強くなっていきますよね。それでめっちゃ強い柱に守られて漫画では炭治郎も修行して戦いの中で強くなっていきますよね。それでめっちゃ強い柱に守られて困難を乗り越えるわけです。煉獄さんとか義勇さんがいなきゃとっくに死んでますよね。坊さんもお経をあげればあげるほど強力が増して、鬼殺隊の柱よりももっと強力な人力で守ってもらえるのです。その中でそれぞれの鬼にも鬼になってしまった悲惨なストーリーがあり、本当は優しい人が鬼になってしまいますよね。人に触る霊も一緒のことで、なりたくてなったわけじゃないんです。取りつかれて制御不能の禰豆子状態になっている人もいるでしょう。いろいろな悩み、悲しみの中、供養もされず、行き先も分からず、気づいてもらえるように触るわけで、もう考えることもできずに悪さをしている状態だってあるわけです。
鬼滅の刃では首を切ると終わってしまいますが、守護司は妙法強力により手厚い供養で成仏を祈ります。さらに言えば主人公の炭治郎はかなりの仏心があります。成仏してくださいと念じて切るわけです。例えれば全集中水の呼吸5の方、観天の銃に似ているかもしれません。ただお祓いする、切るだけではなく、一切草木四通仏性という言葉がありますが、生きとし生けるもの、その魂は必ず仏になるための種を持っていますから、悪霊にも成仏してもらえるように祈るのが日蓮宗の祈祷であり、慈悲の剣なのであります。そして煉獄さんが心を燃やしていった、俺は俺の責務を全うするという言葉は、我々守護司菩薩にももちろん通じる言葉なのです。皆さんにも皆さんにもいろいろな責務があるわけです。いかがでしたでしょうか。結構な感じで鬼殺隊に似てませんか。坊主チャンネル、いかがでしたでしょうか。結構な感じで鬼殺隊に似てませんか。お坊さんだって流行りに便乗したいみたいな考えもあったりなかったりしますけど、こじつけみたいなお話ではございません。私のようなお坊さんがやっていることや、結構危ない案件に当たらせていただいているということがお分かりいただけたかと思います。日々の読経や漢中の修行で神仏の守護の力を得なければ到底太刀打ちできないでしょう。古来から書物や口伝で残ってきたものを迷信や言い伝えと考える方もいるかと思いますが、しかしそれでは説明できないこともあるのです。そしてこの動画で言っていることだけが全てではございません。ご自身で模索し、ご自身にとって正しいと思える考え方を選択していきましょう。あなたもどういったタイミングで鬼や悪霊に見入られるか分かりません。うちのお寺では守護力を高める月始めのご祈祷や月替わりのお守りも授与させていただいており、遠方にお住まいの方でも遠隔祈祷お守りの送付を受け付けております。お役に立てることがあれば全力でサポートいたします。やはり自分の身を守るのは自分自身でしかありません。あなたに修行を進めるのが私の根性の役目でもあります。共に生き、共に栄えるの精神で日々前向きに精進いたしましょう。炭治郎が強くなったのは自分の努力、守ってくれた者への感謝、そして家族、人、鬼でさえ思う気持ちなのです。すべての話はつながっていますから。ここにいる者は誰も死なせない。坊さんの柱になれるよう命を燃やし精進してまいります。